メディアは別にあなたの幸せをなんか増やそうと思っている事業体ではなく、スポンサーの商品を売るために情報を流しているものなのですよ。僕気になるのが、4時間ぐらい記者会見やって、なんか記者がすげえ質問してた中で、新しい会社の資本家は誰ですかっていう質問が、僕が知る限りないんですよ。じゃあその儲かる会社で儲かったお金は誰に行くのって、小学生でも思いつく疑問じゃないですか。マスコミ信頼度が高い国ほど不幸っていうのをおっしゃるんですけど、これ普通にそういうデータがあるよねって話で、なんか世界各国におけるその組織とか制度への信頼度みたいなのをなんか調べた調査があって、で、アメリカだとその軍隊とかの信頼度高いよね。軍隊は高いんだけど、警察は低いよねとかあるんですけど、で日本の場合って割となんかメディアに対する信頼度結構高かったりするんですよね。っていう感じで、そのメディアって、じゃあそういう人たちがそのアメリカとかメディアの信頼度低いんですけど、でも個人の幸せ、幸福度でいくと結構高いよね、みたいなのがあったりして、で、多分どういうことかというと、そのメディアを信頼してないっていうのは、何が正しいかというのを自分自身で決めるという習慣を持ってるかどうかだと思うんですよね。要は例えばじゃあ、シャネルのバッグを持ってる方が幸せになれますよというのをテレビというのは流し続けるわけですよ。これシャネルじゃなくてもいいんですけど、別にサマンサタバサでも学んでるんだけど、要はメディアというの多くの人はテレビを見てるんですけど、テレビって広告宣伝をするために存在する事業なんですよ。NHK 以外はね。なのでそうすると、これ買った方が幸せになれますよ。これ買うと美味しいですよ。こう言われた通りお金使った方がいいですよっていうのがメディアからずっと流れてくるんですよ。で、それを信じてお金を払い続ける人と、いやいや、メディアなんかどうせ嘘でしょみたいな。こんな服買ったって幸せになれるわけないでしょって思ってて、幸せとは何かというのを自分自身で考えて決めてる人の方が、結果として幸福度が高いんだと思うんですよね。要は例えばじゃあ、なんかシャネルを買うとおしゃれですみたいなこと言って、シャネル買って、いやいや、今はもうルイ・ヴィトンの時代だよとか言われて、じゃあルイ・ヴィトン買わなきゃみたいになって、でもお金が足りないになると、じゃあなんかパチンコ行きましょうとか、風俗で働きましょうみたいになって、どんどんなんか一生懸命疲弊して、で、言われた通りのものを買って、でも手元に残るのは流行遅れの、なんかもうLVMH とか今時流行んないよねみたいに言われるみたいなので、全然幸せになれないわっていうのは、メディアを信じてる限りそうなっちゃうと思うんですよね。だってメディアは別にあなたの幸せをなんか増やそうと思っている事業体ではなく、スポンサーの商品を売るために情報を流しているものなのですよ。なので、そのスポンサーがいなくなったら、そのテレビ番組では存在しないし、スポンサーの商品が売れなくなったら、そのテレビ番組というのはなくなるので、なので、仮面ライダーとか、男性向けの特撮ものっていうのがあるんですけど、女性女子アニメだったり、女子向けのものって、セーラームーンぐらいしかないんですよね。で、じゃあなんで女子アニメ向けのものがないかっていうと、おもちゃ作れないからなんですよ。仮面ライダーとか、男子少年向けの番組って、必ずおもちゃの CM 流れるんですよね。なんか変身するベルトだったりとか、なんかカードを入れて、なんかそれに変わるとか、なんか今度電車のやつとか。で、プリキュアとか、そのセーラームーンとかって、一応アイテムが存在するんですよ。なので、そのアイテム買ってもらえるよねっていうのがあるので、成立するんですけど、でも女子ものってなんだかんだ言ってそんなにアイテム買われないんですよね。なのでなかなか増えなくて、で男性ものというのはそのアイテム作りやすいので、割と男性ものというのばかりがそのアニメとかでも作られやすいっていう。例えばなんかワンピースとかのワンピースのゲームとかあるじゃないですか。その要はゲーム化したりで収益作りやすいんですよね。でも少女アニメとかのなんか誰ちゃんが誰ちゃんと好きみたいな恋愛ものとかって別に商品売れようがないじゃないですか。なので CM 出しようがないんですよね。っていうのがあって、なので少女漫画とかですげえ単行本は売れるんだけど、アニメ化しないっていうのは商売にならんっていうのもあったりするんですけど、置いといて。なので、その商品が売れるかというのが結構大事なんですよね。で、ポケモンがなんで続くかっていうと、ポケモンというゲーム自体が売れるから。だからポケモンのアニメがずっとやると、ポケモンのゲームが売れるから良いよねっていうので、なんでアメリカでポケモンがなんで人気になったかっていうと、放映料ゼロでポケモンのアニメ流したんですよね。
本来であればアニメってお金を払って配信するものなんですけど、ポケモンのゲームが売れるからいいじゃんっていうのは、ただでアニメ流しまくって、結果としてアメリカでポケモン大流行りみたいなのあったりするんですけど、っていう感じで、要は何かの商品を売るというためにメディアは存在するので、なのでメディアを見て、メディアに言ってることを信じてると、じゃあこの商品を買った方がいいよねにならざるを得ないんですよ。だってそういうふうに番組作ってるんだもん。いや、この商品買わなくていいですよみたいな CM、絶対流れないし、そんな番組ないじゃないですか。なんだっけ、岩本京生さんだっけな。なんかテレビ番組の時に、あの、トイレは CM のうちにかなんか言ったんですよね。要はCM、CM の後も番組はまだまだ続きますみたいなことを、まあ普通は言うんですけど、トイレは CM のうちにかなんか言って、完全に干されたんですよね。いや、僕は言ってることは正しいと思うんだけど、でもCM のために番組は存在するので、CM 見るなんていかがなものかっていうのでいなくなるって。まあそういうものなんです。はい。こんにちは。ジャニーズ問題で社名も変更されましたね。今、ジャニーズ問題でニュースになってますが、他の芸能事務所やアイドル事務所って大丈夫なんでしょうか？また枯渇する人は出るんでしょうか？もう全然あると思いますよ。ノンさんが自分の本名で仮装できないとこもあるんで。で、ただ、僕気になるのが、4時間ぐらい記者会見やって、なんか記者がすげえ質問してた中で、現状のジャニーズ事務所というのは、その被害を回復するためとして残し続けますと。で、新しい会社でマネジメントをします。で、そこの新しい会社の資本家は誰ですかっていう質問が、僕が知る限りないんですよ。で、検索したんですけど出てこないんですよ。要は今のジャニーズ事務所というのは被害者に対する救済のためにやりますと。で、金儲けはする気ありませんって言って、もう一個会社作ります。でも、もう一個の会社にジュリーさんが入ったら、それ別に一緒じゃん。ジュリーさんが儲けるだけじゃん。でなるから、じゃあ株主が誰なのっていうのは、新しくマネジメントをする会社側が作りますっていう時に、一番気になるはずなんですよ。経営者側の考えがあるなら。だって儲かった時に儲かるのは誰なんですかって至極当たり前の話じゃないですか。要はジャニーズは被害者に専念するのでマネジメントしません。だから儲からない会社にします。で、別にマネジメントをする儲かる会社を作ります。じゃあその儲かる会社で儲かったお金は誰に行くのって小学生でも思いつく疑問じゃないですか。でもそれ質問してないっぽいんですよね。なんか、その記者っていう人はみんな無能なのかっていう、もしくはなんか、みんな実はコントロールされていて、自由な質問ができないのか、いやいや、そんなん最初から思う疑問じゃねっていうのが、未だに答えがないんですよね。なので、もし知ってる人がいたら教えてください。